皆さんこんにちは。なんか今日起きたら左目が痛くて、で、よく見てみたらわかりますかね、この左目の下のところ、ここら辺がなんか異常に腫れてるんですよね。なんですかね、これ。こういうこと初めてなので、なんか詳しい人いたら教えてください。もうこの頃にはね、治ってると思うけど。今更かもしれないけど、こちらの絵、誰が描いたと思います？もうね、話題になってね、結構時間経ってるからみんな知ってるとは思うけど、これ実は最初から最後まで AI が描いた絵なんです。Twitter でバズって日本では話題になったんですけど、これね、ディスコードを使うね、ミッドジャーニーっていう遊びなんですけど、なんと、元 NASA の技術者などのメンバーが作った超高性能の AI がみんなの説明した絵をね、再現して描いてくれるんです。すごくないですかこれ。しかも絵のクオリティがめちゃくちゃ高くて、みんなの指示したキーワード、なんでもいいんすよ。キーワード、直樹マン、顎、長いとか、キーワード入れただけで、それをね、具現化してくれるんですね。その AI が考えたそのキーワードからの絵を。例えば、ゴッホが描いた富士山って指示したら、この AI がね、考えたオリジナルのゴッホ風に描いた富士山をなんとほんとね、1分ぐらいで描いてくれるんです。これ本当に何でも描いてくれるから、ここでちょっと都市伝説っぽいキーワードを投げかけてみましょうか。例えば、人類の起源は、AI が考える人類の起源はどんな姿なのか。さて、AI が考える人類の起源とはどんな姿なのか、少しずつ浮き上がってきますよ。こちら。何ですかね、なんかちょっと高度な進んだかっこいい猿的な感じですかね。じゃあもう一個言っておきましょうか。AI の考えるアカシックレコードとは、アカシックレコードね、宇宙にある図書館などと言われている、このね、全宇宙の記録が保管されている場所。AI が考えるアカシックレコードの姿はどんなものなのか、少しずつ浮き上がってきます。こちら、何ですかね、なんかね、マーベルの世界とかで見る超進んだ高度な文明の神聖なイメージですよね。どっかの惑星の。これ面白いよね。もちろんね、AI がね、ネットにある情報からね、学習して適当に書いてはいるんだろうけど、AI っていうだけでなんか意味深に取れちゃうよね。最近ちょっと世界情勢ネタが多くて申し訳ないんですけど、まあなんかね、前回も言ったんですけど、最近はこの世界情勢が都市伝説を上回っちゃってるんですよね。都市伝説、ロマンを語ってる間に、どんどんね、世界が進んでいっちゃって置いてきぼりになる感じ。今世界のパワーバランスは、その戦後ね、積み上げてきたものがどんどん崩れていって、見事にね、真っ二つに割れていってるじゃないですか。そんな世界で次の世界大戦がもし起きて原爆が投下されたら、今の人類はね、この文明を果たして守ることができるのか。いや、もちろんアインシュタインは神じゃないから、彼が言ってることがね、100% 本当というわけではないんですけど、これ、ありそうでもありますよね。もし過去に世界大戦が勃発して、原爆がね、連発されて、そしたら世界が荒れ地になって、その石とね、棒で駆け巡る原始人が登場して、それから何万年後、僕たちが今いると。パキスタンにはインダス文明最大級の都市遺跡が存在しているんですけど、そこは死の丘と名付けられているんです。なんでだと思いますか？まあ、その理由はね、この画像を見たらすぐにわかるんですけど、大量の人骨。この地域では得体の知れない死者が眠る丘として死の丘と名付けられ、歴史学者が足を踏み入れるまでは地元民は恐れ、近寄らないように禁忌の領域だったんです。そこで学者さんたちは奇妙な発見をします。紀元前2500年頃に繁栄していたとされるモヘンジョダロは最大で4万人近くが居住し、近代都市のような都市計画が見え、道路は基盤の目のように細分され、水道、汚染の排水システム、浴室、公衆浴場なども存在しましたが、紀元前1800年頃には洪水や土が農業できない状態になったことによって衰退したと推測されました。しかし1920年代に考古学者たちが遺跡で見つけたのは46体の白骨死体。そしてその白骨死体は墓場のように整列しているわけではなく、無造作にグループで固まっていて、その中には高温にさらされた跡が残っているものが存在し、なんと通常の50倍という高濃度の放射能が検出されたものも存在しました。ただね、不可解な現象はそれだけでなく、この地域は現地の人にガラスになった街と呼ばれていて、その理由はブラックストーンと呼ばれる不思議なガラスのような物質に覆われているからだというんです。調査団がそのブラックストーンを調べたところ、砂が超高温によって溶けた後ということが分かり、テクタイトが正体だと分かりました。このテクタイトは隕石が地上に落下した時の熱で地上物質が隕石の成分が融解して急激にね
冷えたことで固まった天然ガラスの石だと言われています。ただクレーターはない。考古学者は考えました。なら火山噴火かと。いや、この地域には大規模な火山活動は確認されていない。発掘された壺は溶けかかった状態で保存されていたり、溶けてくっついたレンガが見つかるなど、分析した教授らによると、問題の遺産物は約1000度から1500度の高温で短時間に加熱された可能性があるという結果が出ました。この時代に火山でもなく隕石でもなく、ただね、超短時間に超高温に達することができる現象。場所を移動してインドには叙事詩といって歴史上の人物や出来事を書いた歴史書の詩で書かれたバージョンがあるんですけど、それがマハーラバタとラーマーヤン。非常に興味深いのが、マハーバラタはインドアーリア人部族のバラタ族にまつわる大叙事詩で、神話時代紀元前10世紀頃に行われたとされる18日間にわたる大戦争クシェートラの戦いをテーマに書かれているヒンドゥー教の聖典なんです。そこに書かれていることによると、この大戦争で200から400万人がたった18日間で亡くなったと記されていて、その方法というのが、宇宙の全ての力を込めた一つの発射が太陽1万個に匹敵する明るさの炎と煙が輝く柱となり空に上がった。鉄の雷のような名もなき武器は全てを灰と化す死の使者だった。死体は何者かわからないほど燃え尽きていた。髪の毛や爪は抜け落ち、陶器は割れ、そして鳥は白く変色した。数時間後、全ての食料が汚染された。火から逃れようとして兵士たちは自分から川へと飛び込んだ。驚きでしょう。当時の人たちがね、何を見てこれを記したのかわからないけど、もし現代の人たちがね、この説明を聞いたら思い浮かべるのは一つしかないですよね。では、ちょっと場所を移動してね、超古代からちょっと古代のね、紀元前5から4世紀頃に移動します。古代ギリシャの哲学者レオキッポスは、全ては空なるものと充実したものから成り立つという原子論を唱え、ここで初めて原子の存在が想定されます。その後、レオキッポスの弟子と言われている哲学者デモクリトスがレオキッポスの思想を受け継ぎ、原子は不生不滅無性質分割不可能な自然の最小単位であって絶えず運動し、その存在と運動の場所として空気の存在が前提されると唱えました。この原子アトムは古代ギリシャ語のアトモス分割できないものという意味に由来しています。例えばリンゴをね、どんどんね、包丁で切っていくとどんどん小さくなっていくんですけど、最終的にね、小さすぎてね、切れない状態になると、それがアトム。そして時は進み、1895年、多くの学者たちが研究していくうちに放射線物質原子核電子の存在を実証し、1938年ついに原子核分裂が発見されます。この発見は歴史的に大きな意味を持つことになります。これはアインシュタインの特殊相対性理論とも一致するもので、ウランの核分裂によって膨大なエネルギーが出ることも推論されました。時代は進み、当時のアメリカはによるユダヤ人迫害から逃れてきたレオ・シラードやエンリコ・フェルミなどといったユダヤ系研究者がたくさんいたんですね。頭が良くて非常に優秀なユダヤ人たち、彼らはね、核分裂反応を研究していたんです。1939年、核分裂の連鎖反応で発生するエネルギーが莫大で、これを軍事的利用、そう原子爆弾としての利用が明らかになっていったんです。シラードはこのことがドイツに知れ渡ることを恐れてね、秘密にねしようとするんですけど、ネイチャー誌で公表されてしまいます。いや今で言う文春的な感じですかね。当時のね、学者たちはその核兵器ね、ドイツが核兵器を所有することを恐れていたんですね。ただそんなドイツ、いい技術あるじゃん、俺らも作ろうって言って旧チェコスロバキアのウラン鉱山を手に入れ、ウランの独占禁輸措置を取ります。嫌な予感ですよね。恐れたシラードはアインシュタインの署名を借りてルーズベルト大統領に手紙を送ります。核連鎖反応の爆弾マジ強力でやばいから気をつけて、ウラン鉱石の供給に特に注意してください。後にこれをアインシュタイン・シュラードの手紙と呼ばれて、アメリカ政府は直ちに核開発に取り掛かります。責任者のレズリー・リチャード・グローブス准将、科学部門リーダーのロバート・オッペンハイマー、聞いたことがある人たちが出てきたでしょう。そして後にマンハッタン計画と呼ばれるプロジェクトへと発展していきます。ただね、科学者たちからしたら正直複雑ですよね。彼らは大量虐殺兵器をね、作らされているので、原子核分裂の連鎖反応の制御に史上初めて成功した時、
時、シラードはフェルミに対してこう言ったそうです。この日は人類にとっての暗黒の日として記憶されるだろう。ドイツの敗北が時間の問題となって原爆が日本に使われるというね、懸念が広がっていったんですね。ただ科学者たちは反対したそうです。シラードを含む科学者7名による委員会が、残りの人類はまだ気づいていない深刻な危機として、対日戦での無資料な原爆使用に反対する報告書、フランクレポートを提出しますが、拒絶され、1945年8月、長崎、広島に原爆が投下されます。この2回の原爆投下によって合計50万人の死者が出ました。アインシュタインは晩年、友人にね、このように語っていたと言います。私は一つ大きな間違いを犯してしまった。ルーズベルト大統領に原子爆弾を作ることを勧めた手紙に署名したことだ。また日本の友人に宛てた手紙では、私は日本に対する原爆の使用を常に非難してきたが、私はあの運命の決断を阻止するために何もできなかった。これが一応僕たちの知っている核の歴史ですよね。ただ残念ながら皆さん違うんですよ。見たでしょ、あのインドの女子誌マハーバラータ。太陽1万個に匹敵する明るさの炎。数時間後、全ての食料が汚染された。火から逃れようとして兵士たちは自分から川へと飛び込んだ。先入観なしでこの説明を聞いたら、おそらく9割以上の人たちがね、原爆をね、連想させられるんじゃないでしょうかね。それだけでなく、マントラ、呪文のようなものですね、をちゃんとすることで呼び出すことができるアストラという武器だったり、空飛ぶビナマ、戦闘機らしきね、空飛ぶ兵器が一やら槍を降らせてきたりとか、こんなん絶対 UFO じゃないですかね。高度1200メートルからね、攻撃してくるそうなんですね。形から見ても超意味深なものがわかりますよね。これ深掘りしたら面白そう。このマハーバラータ、一応ね、紀元前4世紀頃に書かれたとされるものですよ。やばくないですか？日本で言うと大体縄文弥生の時期じゃないですか。そんな時期にこんなね、近未来的な兵器を考えていたんですよ、彼らは。そして一番やばいと言われている兵器が、ブラフマーストラ。地球上の生命を一掃するだけでなく、宇宙そのものも破壊することができる破壊力。火の玉が飛び交って自然を焼き尽くし、その兵器が使用された地域は何世紀にもわたって不毛の地となり、生命が遺伝子レベルで影響を受けてしまうので、不妊にもなってしまうそうなんです。まさに現代の核兵器と特徴が似てますよね。このマハーバラータにはとりあえず当時の時代ではありえないような描写がたくさん描かれているんです。僕たちが想像するような古代の世界は真実と大きくかけ離れている可能性がありますよね。アインシュタインの名言が的確だとしたら、文明はどこかでリセットされている可能性が。いやいや、直樹、神話なんてね、何でもあり得るんでしょっていう声がたくさん聞こえる。俺の声だったわ。ただ、ある意外な人物もね、このインド神話にね、注目していたんです。その意外な人物というのは、先ほど登場した原子爆弾製造計画のマンハッタン計画で主任科学者を務め、核爆弾の父と呼ばれたロバート・オッペンハイマー。科学者だから超現実主義かと思いきや、なんとね、彼、ヒンズー教の影響をかなり受けていたそうなんですね。1945年7月16日に行われた人類最初の核実験、トリニティ実験にて原子爆弾を目撃し、地球で初の原爆を目撃したことに関してどう思ったという質問に対してすごい意味深な答えを返したと言われているんですね。それが、初ではないが、現代で初の。いや、オッペンさん、どういうことですかそれ。めちゃくちゃ気になるよね。彼はこのようにも述べていて、我々はそこで世界が変わってしまったと知った。私はヒンドゥー教の教え、バガバンド、ギーターの聖典を思い出した。ビシュヌは王を説得するためにこう言った。我は死なり、世界の破壊者となり、我々はみんなそう思った。と、ここで触れているバガバンド、ギーターは、マハーバラータ第6巻に収められている聖典なんです。ただ、陰謀論のね、説を検証するサイト、スケプトイドによると、そもそもね、マハーバラータには、鉄の雷のような名もなき武器なんて文章は存在しないというのことで、ここに書かれていることは全てフェイクだという説もあるんですね。僕もね、いろいろね、読み漁って、その英語にね、翻訳されているものなどをね、漁りましたけど、確かにそのピンポイントで同じような言葉がね、書かれていることは、ネット上ではね、なかなか見つけられなかったんですけど、そもそも英語に翻訳された時点でね、正しいとは限らないので、もしね、原本読める方がいたら、ぜひね、検証お願いします。ただ、インド神話に先ほどの UFO のようなものや核兵器が使用されたみたいな話は結構有名ですよね。おそらくね、それに近いものはね、実際に書かれているとは思うんですけど、実
際にこのオッペンハイマー、そのヒンズー教から影響を受けていたのはかなり確かで、常にね、その本を身近に置いて、その哲学とかね、いろんな教えを吸収していたそうなんですね。そして話は冒頭のモヘンダジャロに戻るけど、その地域でね、核兵器がね、使用された他の証拠としては、インドの北西部に位置するラージャスターンという地域のジョードプルという場所で、放射能汚染地域が発見されたという情報なんかも出てきていて、それによると、住宅開発が進められていた地域で、先天性欠損症や癌の発生率が非常に高いことが明らかになり、科学者が調査したところ、非常に高い放射線レベルが記録されたんですね。確かに、調べてみると、1983年に国立がん研究センターが行った調査によると、ジョードプルで記録された白血病や皮膚がんの症例頻度は他の地域より高く、ただその理由としては、1974年にラージャスタン州のポカラにて行われたインド初の核実験が影響しているのではないかと推測されています。核は核だけど、現代の核ということですね。そもそも1万2000年前とか、それぐらい前の放射線って残るんですかね。そんなね、超古代に古代核戦争、核兵器が使用されたかもしれないというこのロマンの塊のモヘンジョダロもね、今となっては科学者たちの捏造なんじゃないかとも言われていて、ガラスになった街を発見したと主張している研究者ダベンポートは、このガラスになった街の正確な場所を明かしていなく、今では Google Earth とかでね、衛星写真が見れちゃうんですけど、そのような街は確認されていないんですね。また発見された白骨死体については46体ではなく37体は確かに確認されていますが、核戦争だとしたら37体は少なすぎるし、これらの白骨死体については最近では否定されつつあるアーリア人の侵入による虐殺という説があったり、もっと濃厚なのはインダス川の氾濫や火災といった自然要因という説が有力なんです。確かに核爆弾で白骨死体37体は少なすぎる気はしますよね。こんなモヘンジョダロ、一応ね、その正午不偶順で古代核戦争説はね、立証されてないんですけども、当たり前ですけどね、そんなこと。ただ、みんな早いですよ。諦めるのは早い。モヘンジョダロ以外でも古代核戦争が行われたとされる場所があるんです。それは地球外です。そう、火星。かつて火星では地球のように川や海、植物などの自然が生い茂って動物や人型生命体が文明を築いていたというんです。ただある時、核爆弾が火星の環境を破壊し、現在の姿になり果ててしまった。具体的には2つの巨大核爆弾が火星を破壊したといいます。そう主張するのが物理学の博士号を持ち、プラズマ物理学者で星調査のパイオニアのジョン・ブランデンバーグ博士。学歴だけ見るとそこそこね、まともな人には見えますよね。2014年に米国物理学協会で火星の古代文明は宇宙人からの核攻撃により滅亡したという論文を発表しました。太古の時代、火星上に高度な文明が繁栄していたが、宇宙の先進文明によって熱核攻撃を受けて破滅するに至ったという仮説を唱えたんです。火星探査機マーズ・オデッセイで観測されたデータを分析し、火星大気中にアルゴン40、キセノン129が含まれていることを発見しました。このアルゴンやキセノンの安定同位体は1950年代以降の地球大気中にも大量に発見されていて、ということは、そういうことなんです。もうね、ピンとくる方ならわかると思いますけど、これは核の時代の幕開けとともに各国が原子爆弾と水素爆弾の大気圏内実験を行ったことが影響しているんです。核実験をすると出る物質なんですね。ウランを分裂させていくと、その過程でアルゴン40とキセノン129が生成されます。つまり火星の大気の特徴も桁外れに強力な核分裂反応と熱核融合反応が発生したことを意味するとブランバーグ博士は結論付けたんですね。なかなか興味深いことですよね。このね、火星の色味あるじゃないですか。赤っぽい、茶色いっぽい。これもね、核兵器の影響だと。その他にも NASA 火星データを分析したところ、火星の表面はウラン、トリウム、放射性カリウムなどの放射性物質の層で覆われていることが判明し、これも水素爆弾の特徴と一致するんですね。具体的には火星の2つの地域で核爆弾がね、落とされたと推測されています。それが火星探査車の撮影などでたびたび発見される人工物が集中するシドニアメンサ付近とガラクシアチャオス付近です。しかもこれら地域に放射性カリウム40と放射性トリウム232の集中地点がそれぞれ存在するとのことで、核爆発のエネルギー総量をおおよそ数十億メガトンと試算したんです。ならね、クレーターはできないのという質問に対して、破壊力を最大化させるためには地面に着弾させるのではなく空中爆発させることだというんですね。なので広島長崎に投下された核爆弾は空中爆発し、クレーターは形成されませんでしたよね。だから火星でこれを使用した人たちはそのね、爆弾の最大化を知っていたというんですね。そもそもなんでそのね、火星が破壊されるほどの核爆
爆弾を使ったのか。彼の答えは火星人が使用したのではなく、別の何者かが火星を破壊するために使用したというんです。まるでスターウォーズのデススターでプリンセスレイヤーの故郷惑星オルデランを破壊した時のようにスターウォーズってノンフィクションって言うしね、間違いないわ。火星は古代バビロニアの時代からその妙なね赤さから死、戦い、戦争の象徴だったそうなので、意味深な惑星ではありますよね、そう言われると。とりあえずブランデンバーグ博士によると、これがね核戦争の末なのかわからないけど、僕たちのレベルに置き換えた時にこの環境を作り出すことができるのは、唯一ね核戦争しかないと考えているそうなんですね。月に人類を送り込んだアポロ計画などに携わった米宇宙開発の父とも呼ばれたヴェルナー・フォン・ブラウンも当時異常に火星に執着していて、月に行くのは予行練習のようなもので、本当は火星に人を送りたかったそうなんですね。そこで放った意味深な発言があって、火星には考古学者を送り込まないとなと発言したそうなんです。いや、本当かどうかわからないけど、どういうこと？歴史的建造物がたくさん埋まっているから、それをね調査できる人たちが必要だということなんですかね。そして火星関連で言うと、みんなマルデック星って知ってますかね。スピリチュアル業界ではね、常識のようなものなんですけど、火星と木星の間に小惑星帯ってあるじゃないですか。小惑星が集中している地域のことで、なぜこれができたのかっていろいろ説があるんですけど、アカシックレコードできるね人たちによると、ここには何万年か前にマルデック星という惑星があり、地球人と同じような種族が暮らしていたんですけど、核戦争の末粉々になり、それが現在の小惑星帯という形をとり、火星は汚染され生命が住めない状態になってしまったと。ここら辺のね都市伝説を掘っていくとまたね別のテーマになってしまうんですけど、ロマンは確かにありますよね。完全に立証はできないけど、だからといって完全に否定もできないようなこと、こういったことをね考えるのが面白いのが都市伝説。嘘でも本当でも考えるのが楽しいですよね。楽しくないのは、このどうしようもない現代の人類が今世界で保有している12,700発っていう核の数。世界大戦勃発でこのような数の核兵器が使用されるとしたら、古代核戦争が存在していたということも案外あり得てきますよね。そんな核爆弾を直接作った人物ではないんですけど、それが完成される前からね注目していたアインシュタインが娘に送ったとされる手紙がすごいね胸に刺さるので、ぜひ聞いてください。私が相対性理論を提案した時、ごく少数のものしか私を理解しなかったが、私が人類に伝えるために今明かそうとしているもの、世界中の誤解と偏見にぶつかるだろう。必要に応じて何年でも何十年でも私が下に説明することを社会が受け入れられるほど進歩するまで、お前にこの手紙を守ってもらいたい。現段階では科学がその正式な説明を発見していない。ある極めて強力な力がある。それは他の全てを含み、かつ支配する力があり、宇宙で作用しているどんな現象の背後にも存在し、しかも私たちによってまだ特定されていない。この宇宙的な力は愛だ。なぜならある人々が別の人々に引きつけられるようにするからだ。愛は力だ。なぜならそれは私たちが持つ最善のものを増殖させ、人類が盲目の身勝手さの中で絶滅するのを許さないからだ。愛は展開し開示する。愛のために私たちは生き、また死ぬ。愛は神であり、神は愛だ。素晴らしい名言ですよね。こちらはねほんの一部なんですけど、ただ皆さん残念なお知らせです。この名言ソースは曖昧なもので、おそらく誰かが捏造した可能性が高いんです。なんやねんっていう、いや感動返せやって思ったでしょ。残念。現実はもっと残酷です。この世は危険なところだ。悪いことをする人がいるためではなく、それを見ながら何もしない人がいるためだ。この世が危険なのは悪が蔓延するからではなく、それをね解決しようと立ち上がろうとする人たちがいないからだって言うんですね。グッて、これグッて刺さりますよね。こちらの名言の方がなんか刺さるかもしれない。結局はみんな傍観者、何かをするために動く人は少ないとアインシュタインはそう言うんです。初めてその世界が平和になるときは、みんなが立ち上がって世の中のためにねなんかしようとするときなのかもしれないです。どうでしょう皆さん。この核の歴史からこのね超古代核戦争の可能性もあるかもしれないという話から、このリアルなメッセージ結構突き刺さるでしょう。しかもこの現代の今分裂してるね、今本格的に割れつつあるこの世界情勢いかがでしょうか。皆さんこのね話を聞いてなんかね思い当たることがあったら、ぜひねコメント欄に書いていってください。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。